皆さんどうも、こんにちは。ブルートンことアオトです。先日、モーニング娘。擁する、ハロープロジェクトにて、25周年記念オーディションの開催が発表されました。ということで、募集グループの中に、卒業がないね、ビヨーンズが含まれていることから、一部ね、ビヨーンズオタクの中で、ちょっとした騒ぎになってるんだけど、実際ね、どのグループに何人ぐらい加入を想定して開催してるのかなっていうのが気になりますよね。ということで、今回はね、それぞれのグループの人数と平均年齢、あとはね、卒業予定をもとに、データを一覧化してみたので、そのね、一覧化したデータをもとに、それぞれのグループの加入人数の予測数値を出してみました。といってもね、ちょっとね、そんな大それた計算はしてないんだけれども、まあね、みんなの予想にあたって、参考情報になれば幸いかなと思います。はい、じゃあまずね、ハロプロ25周年記念オーディションの、簡単な概要なんだけど、まあね、公式サイト見るのが一番当然早いとは思うんだけど、募集グループは、モーニング娘。23、それからアンジュルム、ジュースジュース、椿ファクトリー、ビヨーンズ、お茶ノーマ、新グループ、ハロプロ研修生ということで、現在のね、研修生も含む、すべてのグループが対象になっているということで、結構で大規模なオーディションになってます。応募期間が2023年6月26日から8月14日10時までということなので、まあね、もしね、応募考えてる人がいたら、急いで準備をした方がいいと思うんだけど、まあね、2ヶ月、およそ1ヶ月半かな、にわたって開催されるということでね、結構ね、発表から応募期間は結構短めかなと、個人的には思いました。で、応募資格は小学4年生から高校2年生までということなので、まあね、高校2年生とかで結構ギリギリの方もいると思うんだけど、チャレンジしてみるといいのかなと思いますが、結構ね、グループ指名型のオーディションと違って、今回はね、ビオとか新グループ、研修生も含まれているということでね、どこに配属されていくかわからないっていうのが、若干今回のポイントになってるかなと思います。はい、ということでね、ちょっとね、どれぐらいの各グループが、対応ができるのかっていうところをね、わかりやすくするために、各グループをね、年齢順に一覧化してみたものがこちらになります。こうやって見てみると、赤字の部分はね、2023年6月25日時点で、卒業が決定しているメンバーということなので、ここがね、ちょっと今後開く可能性があるということで、参考になるかなと思うんだけど、この時点で、見てみるとね、右の方がすごく空いている、新ユニットとかね、あと研修生が明らかに不足しているっていうのはなんとなく気がつくかなと思いますが、ちょっとね、これだけだと情報としてアバウトなので、もうちょっとね、正確に予測を立てるために、もうちょっと細かくデータを算出してみようと思います。はい、ということでね、先ほどのデータから、もうちょっと細かくデータを算出してみたものがこちらになります。まあね、ちょっと自分は ADHD なので、若干ね、間違えてるところとかあったりしたら、ちょっと指摘してもらいたいんだけど、まあね、ちょっと分類としては、各グループの現時点での合計人数と、あとはね、卒業、発表しているメンバーの卒業決定済みのね、卒業後の合計人数と、あとは平均年齢、それから卒業、メンバーの卒業後の平均年齢と、あとはね、一番右にあるのが12人との差分ということなんだけど、まずね、それぞれね、説明していくと、採用をね、考慮する際っていうのは、当然ね、卒業発表しているメンバーの卒業後の人数から逆算していると思うので、まあね、ここの人数っていうのはすごく大事になってくるかなと思います。まあね、すでに内部で相談している人が、もしいる場合っていうのは、ここからさらにね、加入人数が増える可能性っていうのはあるんだけど、そこは考慮していないということと、あとはね、この12人との差分っていうところ気になると思うんだけど、これはね、ビヨーンズが現状ね、12人体制で長期で続けているっていうところと、あとね、他グループの人数を考慮してみると、およそね、今事務所がこう想定する、グループ人数の理想値が、だいたい12人前後なんじゃないかなという見立てによるところで、一旦ね、12人というところを指標として置いてます。なんでね、この差分がマイナスになっているグループっていうのが、加入の可能性が高いんじゃないかなと、自分はちょっと考えてます。じゃあね、せっかく数値を出したので、もうちょっと細かく見ていくと、各グループのね、平均年齢順、見ていくと、ランキングとしてはね、ビヨーンズが一番、年齢層が21.1歳ということで高くて、
続いてモーニング娘。それから続いてアンジュルム、ジュースジュースが並んで、お茶の間、新ユニット、研修生という順番に並んでる感じですね。で、人数ランキングで言うと、一番少ないのが研修生で、続いて新ユニット、お茶の間、アンジュルム、ジュースジュース、椿ファクトリー、ビヨーンズ、モーニング娘。といった順番で、並んでる感じです。まあね、こうやって見てみると、予測がね、結構わかりやすく立てられるんじゃないかなと思っていて、個人的にね、まず、加入可能性が一番高いのは、ハロプロ研修生だと思います。これは、当然ね、人数が、今3人ということで、明らかに少ないというところで、多い時には、30名とかね、めちゃくちゃいたことを考えると、明らかにね、少ないので、ここはね、間違いなく加入があるんじゃないかなと思っていて、でね、予想として、今回のね、オーディションで、各グループのね、加入漏れをしてしまった場合とかね、あとは、将来的に、ジュースジュース、アンジュルム、モーニング娘。といったね、グループへの加入を想定した人材ということで、大体ね、5名ぐらいは、ハロプロ研修生に加入するんじゃないかなと予測してます。これはね、どうだろう。これはね、間違いなく何名かは入るかなと思うので、ここは間違いないかなと。今回のオーディションの本命だと思いますね。続いて、研修生ユニット。ここもね、人数見てもらってわかる通り、今7人で、ハロプロ以外のアイドルだとね、男性アイドルとかでも、トラビスジャパンとか、セブンオーダーとか、キスマイフット2とかね、7人のユニットって、黄金比とも言える人数だ、個人的には思ってるんだけど、近年のね、ハロプロのグループだと、ちょっと少ないんじゃないかなと思っていて、でね、今のユニットのメンバー見た時にも、スキルとね、ビジュアル面で言うと、若干ね、まだね、ピースが足りてないんじゃないかなと、個人的には思っているので、ここにね、まだね、何名か入るんじゃないかなと。個人的に予想としては3から5名ぐらい入るんじゃないかなと予測していて、例えばね、今回のオーディションで逸材がいた場合ね、ジャニーズだとスノーマンとかであるケースなんだけど、デビュー前に、ラウールくんとか、目黒蓮くんとかが、急遽他グループからとかね、増員といったケースがあったんだけど、こういうケースっていうのが、あり得るんじゃないかなと思っていて、過去の事例でもね、ビヨンズが編集生の逸材に対して、大手組がね、加わって、大成功したという事例があるので、一般から今回も3名から5名ぐらい入る可能性は結構高いんじゃないかなと思ってます。あと続いてなんだけど、椿ファクトリーね。これ椿ファクトリー、なんだけど、現在11名で、2名卒業した後の合計人数が9名になっていて、でね、人数としては、特にね、特別めっちゃ少ないってわけではないんだけれども、次の理由からね、メンバーを補充する理由が高いと思っていて、まず一つが、平均年齢が 20.6 歳ということで、アンジュルムとジュースジュースと比較すると、比較的高めになっているという状況と、あともう一つが、各種指標のね、状況から、小入れの可能性が低くはない状況なのかなと思っているというところと、あともう一つがね、アンジュルム、ジュースジュース、それからモーニング娘。と比較すると、人数としては、2、3人少ない状況ということなので、椿ファクトリーってね、結構楽曲のクオリティが高いのと、あとね、加入メンバーの人気が結構高いというところから、今回のね、卒業と加入で、一気に跳ねる可能性なくはないと思うので、今回のオーディションの、一つ目玉かなと、個人的には思ってますね。はい。というところで、自分のね、加入予測、高めのところは以上になりますね。で、続いてなんだけど、ちょっとね、こっからは、可能性としては若干低いかなと見ているんだけど、一応ね、予測ということで、言うと、ビヨーンズね。シーズニングス以降は、これまでね、加入も卒業もないグループということで、加入があるとね、卒業が想起されてしまうっていうのもあるので、今回のね、募集の要項の中に、ビヨーンズの名前が入ってるっていうので、ファンとしてもね、若干望んでないというところで、若干怒ってる人とかも、ネットでよく見たんだけど、やっぱりね、メンバーの替えが利かない楽曲が多いっていうところと、あとはグループのね、結束力、おそらく今一番ぐらい高いんじゃないかなと思っていて、そういうところと、あとはね、拳ファクトリーみたいに、そういう意味では、加入がないまま、
12人でね、そのまま突き進んでいくというグループなんじゃないかと捉えてる人が多いんじゃないかなと、思います。まあ、自分もね、同じような意見なんだけど、一方でね、加入当初は、アメーバみたいに形を変えていくグループだよということで、飴の森、川海とね、地下鉄、シーズニングスって3つ、グループ内グループが、ユニットが、まあ、3つあるんだけど、4つ目のユニットを今回結成するっていう可能性はなくはないかなと思います。というのもね、一応募集グループに名前を用意してるっていうのは、例えばね、小林ほのかさんみたいに、まあね、飛び抜けた一芸を持った面白い人っていうのが、それに応募があった場合に、まあね、入れないのはマジもったいないでしょっていうのがあると思うので、そういった場合に、急遽増員といったケースはなくはないかなと。そういう可能性を捨てきれないので、事務所も募集グループに名前を入れているっていう可能性があるのかなと自分は予測してますね。あとね、定年が25歳説の場合なんだけど、この場合は、市岡さんと高瀬さんが、来年頃卒業が見えてくるっていうところもあって、まあね、あくまでそれってもう、ハロプロの慣例、まあこれまでのね、多い例にのっとった場合っていうところもあるので、ビヨンズの場合ね、そういったものをぶっ壊して、いるケースも結構あるので、グループに名前を残したまま、個人仕事をどんどん取っていく劇団スタイルで、ずっと続けていくっていうのも、個人的には面白いかなと思っているので、まあね、加入に関しては一番読めない、ところだと思うんだけど、まあもちろんね、メンバー的にもすごい賢いメンバーが多いグループなので、今後ね、どういう方針にしていくかっていうのは、当然ね、メンバー内でも事務所、まあ西口さんとかとも含めて、話し合って、一番いい形を模索してるんじゃないかなと思うので、まあ、ファンにとってね、望まない結果、嫌な結果とかっていうのは、なりづらいグループなんじゃないかなっていうのは、個人的には思ってます。なんで可能性はね、まあ低いのかなと思ってるんだけど、これもね、応募する方次第なので、もしね、自分がね、めっちゃ才能あると思って、すごい一芸持ってる人っていうのは、ぜひね、応募してほしいなと思ってたりはしますけど、どうでしょう。はい。で、続いてね、お茶ノーマね。お茶ノーマも、まあ、個人的には加入の線低いと思っていて、まあ、理由としては、まあ、この表を見てわかる通り、平均年齢ね、17.9 歳ということで、平均年齢が低いというところと、あとはね、年齢の配置バランスっていうのも、結構良好なんで、卒業加入前提のグループにこれからしていくにしろ、あと1年はね、最低でも安定させる可能性が高いんじゃないかなと、自分は見てますね。現在のグループの状態を見ても、新規加入の可能性は低いと思うんだけど、あえて予測するならば、人数的にはね、まだね、10人ということなので、まだ余裕はあったりするのかなと、まあ、思うので、まあ、現状ね、グループの勢いもついてる、シャドーバースのね、声優やったりとか、いろいろ面白いことやってる最中なので、個人的にはないと思うんだけど、メンバー的にね、まあ、現状18歳前後のメンバーが多いということもあって、卒業、学業の関係とかでね、卒業の相談を内々でしてるメンバーとかが、もしいたりしたら場合は、このタイミングで補充することもあり得るのかなっていう感じですね。まあ、個人的にはね、ないと思ってます。まあ、ない方がいいかなって思ってます。はい。で、その他なんだけど、アンジュルム、ジュースジュース、モーニング娘。に関してはね、個人的には、入の線はかなり低いかなと思ってます。まあね、これはみんなそうだと思うんだけど、アンジュルムとジュースジュースは、先日ね、研修生から有力な新メンバーが加入したばっかりっていうところもあって、このタイミングでね、再度オーディションで加入ってなると、この加入メンバーの印象も当然薄れるし、あとはね、平均年齢も、それぞれ見ていただいてわかる通り、18.5 歳でね、全然若いので、なかなかね、ちょっとね、この加入っていうのは、あんまりありえないんじゃないかなと、個人的には思ってますね。どっちかっていうと、モーニング娘。に関しては、平均年齢は 20.8 歳と、まだ依然として高いというところがあって、で、かつね、人数も他のグループと比較すると多いっていうところもあるので、どっちかっていうとね、加入よりは卒業の可能性の方が高いと思うんだけど、過去の最大メンバー16人くらいということなんで、アップフロントがね、予想をね、いきなり裏切るような、アクロバティックなことをしてくる可能性はなくはない。そういう事務所なので、ちょっとそこはわからないんだけど、もしね、この3グループに加入したいっていう人がいたら、それをね、
オーディションで伝えた上でチャレンジしてみるっていうのも、せっかくなんでね、ありなんじゃないかなと、自分は思ってます。はい。というところで今回予測してみたんだけど、今回の開催に対して結構ネットで賛否があって、オーディションやりすぎじゃねえかとかね。あとはね、ハロープロジェクトさん冗談抜きで、ここ最近一生オーディションやってて、いつ見ても転職サイトに求人出してるヤバめの企業と同じに見えてきたみたいな、ネットでね、バズってるツイートがあったんだけど、個人的に結構こうツイート内容としてはキャッチーで、面白いなと思うんだけど、ね、結構考えてみると本質捉えてるとは言い難いツイートだなと思っていて、ハロプロ全体のオーディションとしては、2017年の7月とね、2021年の5月と、2023年の6月と、結構スパン空けてやっているっていうのもあるし、あとはね、グループ別オーディションっていうのは、当然あるから多く見えるっていうのはあるんだけど、グループが少なかった時と比較するとね。ただ、これってハロープロジェクト全体の規模が大きくなってるっていうことが原因の一つであって、ね、やばい企業って、脱退者が多いから、常に人を補充してるっていうね、それがブラック企業だと思うんだけど、それと比較すると、全然事情異なるんじゃないのと思っていて、全体的にね、卒業の年齢が伸びていて、で、卒業後もね、他のアイドルと比較すると、M ラインみたいな道をね、ちゃんと用意してるっていう点から考えても、他アイドルと比較すると、かなりホワイトな部類に入る事務所だと思うんですよね。でもしね、仮に自分が社長だったら、コストカットの意味で、グッズ売り上げとか人気が低いメンバーってもうガンガン切っちゃうと思うので、そういう意味ではね、ハロプロってかなり優しい事務所だなと思ってみてます。そういう意味ではすごく自分が親だったら、スタダとかハロプロって、どっちかっていうとね、入れたい事務所かなと思ってますね。こういうツイートがバズっちゃうことで、オーディションを躊躇する人が出てくるとしたら非常に残念だなと思っていて、ファンの人がね、こういうツイートするってどうなのかなって、個人的には思ったりもするんだけど、もしね、今年齢が若くて、アイドルになりたいよっていう人がいればね、ハロプロってデビューすれば、武道館とかね、大箱でのアイドル活動ができる可能性も高いし、あとはね、書道家とかね、ピアノとかね、特技を生かした活動で、活躍してる人もいるし、もちろん才能と努力次第でね、帝国劇場でミュージカルやったり、いう可能性もあるし、結構ね、本人の資質次第では、夢がつかめる事務所じゃないかなと、思うし、あんまりテレビ出てないっていうところもあると思うんだけど、それも良し悪しで、テレビもね、結構汚い、部分いっぱいある業界だと思うので、そういうところであんまり出てないっていうのは、良し悪しかなと、個人的には思っているんだけど、どうかなというところですね。はい。ちょっと、新メンバーのプロモーションがうまくいってない面があるんじゃないかっていうね、加入してる割には、そういう、コメントとかも、一部では見られていて、それもね、わからなくはないんだけど、これはね、なかなかなんだろうな、おまけチャンネルとか、面白い話とかね、アップカミみたいな、コンテンツがばらけてる割に、YouTube チャンネルでね、舞台裏とか、ロケ企画っていうのを、あんまりやってなくて、そういうのをね、内々向けの、DVD マガジンに流しちゃってるっていうのが、若干もったいない、プロモーション面ではもったいない面かなとか、思ってたりするんだけど、ここら辺ね、椿ファクトリーとかビヨンズは、サブチャンネル使ったりとかして、試行錯誤してるのが見て取れたりして、これまでとは若干ね、流れが違ってきてるところもあるのかなと、思ったりもします。なんでね、今後どうなっていくかっていうのは、ある意味戦略面とか衣装面とか MV っていうのは、ファンのイメージよりはね、改善してきてるのかなと、個人的には思っていて、こういったところがね、うまく、マーケティング面もね、現れてくると、ハロプロ自体の箱がね、もっと大きくなってくる可能性っていうのは、十分にあり得る状況なのかなと、思ってたりします。ということでね、もしね、推しを考えてる人いたら、ぜひ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、今回は、ちょっとね、全体の、グループの人数とかね、状況と、照らし合わせながら、加入人数が各グループどれぐらいになるのかって予測してみたんだけど、これがね、
当たるか外れるかっていうのは、本当アップフロント次第なので、どんな感じになるかね。あとは応募者がね、より、才能がある人が応募してくれるといいのかなと思っているので、その母数を増やすためにファンはね、できれば前向きな情報を流していきたいよねっていうところもあって、今回はこんな特集をしてみました。はい、どうだったでしょうか。もしね、参考になったという方がいれば、高評価、チャンネル登録、お願いします。ということで今回は、こんなところで、ブルトンでした。またねー。